日本クラシックホテルの会所属の有形文化財に宿泊。ホテルは1935年10月10日午前10時に開業。あと少しで開業100年。ユキヒョウの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。到着時、ホテルは濃い霧に包まれていました。外観はハーフティンバーのスイス山小屋風。スイス、謝礼様式と日本の在来建築の融合です。竹中工務店が設計、施工した初のホテルとしても知られています。外観は溶岩石、杉、ヒノキなど地元の素材を組み合わせた雲仙の自然に溶け込む素敵なデザインです。1979年、日本建築学会近代日本の名建築選定。2003年、国の登録有形文化財に登録。2007年、経済産業省近代化産業遺産に認定。時代を超えて受け継がれてきた数々の魅力をたたえています。チェックインの後はラウンジでウェルカムドリンクをいただきました。創業者が船会社をルーツに持つため、館内は客船の衣装を随所に残しているそうです。コンセプトは陸上の豪華客船なのね。創業者の橋本喜三社長は、人々が客船に持っている旅への憧れを陸に作ったのね。アンティークの大きな振り子時計は修理中で、中が空っぽでした。空になった時計盤と揺れを失った振り子。これもなかなか貴重な体験。ロビー、バー、大階段、ランプ、床などは創業時の衣装をほぼそのまま継承しているそうです。本当に木のぬくもりと歴史を階段の欄干からも感じられます。雲仙観光ホテルに来ると、真相のお嬢様になった気持ちになれるのよね。大正時代の大河ロマンドラマ「愛の嵐」の龍子さんみたいな。YouTube で探すとドラマ見られるみたいだよ。探さなきゃ。雲仙観光ホテルは日本クラシックホテルの会に所属する9つのホテルの一つです。この会は戦前創業で歴史的建築を今も守り続ける9つの名門ホテルが連携する団体で2017年に設立されました。日本のホテル文化の魅力を国内外へ発信し、建築、おもてなし、歴史の価値を次世代へ継承することを目的としています。この会ではクラシックホテルパスポートというスタンプ帳があったのですが、2026年1月で販売終了となりました。
今年中にアプリができるそうです。今回の宿泊ではスタンプ帳はもう買えなかったし、アプリもまだできていないのでカウントされなくて残念でした。生き方。雲仙観光ホテルは日本初の国立公園、雲仙天草国立公園区域内にあります。長崎空港または諫早駅からはホテルの送迎車をお願いできます。今回は長崎空港からホテルの送迎車に乗っていきました。定員は9名なので、ご利用の場合は早めにホテルへの連絡をお勧めします。公共機関で向かう場合は、長崎市内からであれば雲仙行きの特急バスがあります。以前特急バスに乗った時の動画もありますので、よろしければご覧ください。コメントに雲仙関連の動画の再生リストも記載します。部屋。今回の宿泊で利用したのは一番コンパクトな部屋、スタンダードツインです。この2倍の広さのスーペリアツインに宿泊した時の動画もあるので、よろしければご覧ください。この正面にあるのはホテル最高級の部屋、特別室です。私たちの部屋は3階。ホテルにエレベーターはありません。私はこの大階段が好きで、一人で何周もサーキットのように回っていました。長く伸びる廊下に規則正しく並ぶ客室の扉。その佇まいはまるで豪華客船のデッキを思わせます。雲仙観光ホテルの客室フロアには創業者が愛した船の美学が静かに息づいています。部屋に到着。ドアノブの位置がとても高いです。1930年代の欧米ホテルのドアノブの位置を模倣したのかも。鍵もアンティークでかわいい。オークン。コンパクトなお部屋です。客室を包むのはウィリアム・モリスやサンダーソンの壁紙。英国の伝統を受け継ぐその衣装がコンパクトな空間に気品と深みをもたらしています。サイドテーブルにはティーセットとクッキー。雲仙岳のふもとで作られる希少な無脂性玉緑茶の雲仙茶もあります。カップにはバックスタンプはありませんが、のりたけ麩。ホテル向けにはバックスタンプがないものが納品されることもあります。水はこちらのポットに入っています。冷蔵庫で冷やしておきました。窓の外には手入れされた庭吹きが静かに佇み、高原のホテルならではの穏やかな時間が流れていました。窓はホテル正面側に向いていて、バルコニーもついていました。到着時はこのような霧の深い天気でした。正面にある桜は昨夜の雨でほとんど散ってしまったそうです。翌朝はまだ霧の中でした。小鳥たちのおしゃべりが聞こえてきます。
翌日の昼は晴天に恵まれました。そして猫足バスのバスルーム。アメニティは可愛らしいバッグに入っています。美しく並んだタイル。クラシカルな水回りの設備が時を重ねた品格をそっと添えています。入り口の横には背の高いクローゼット。2人なら十分な大きさです。こちらに館内着が置いてあります。厚手のしっかりしたワッフル織りです。大浴場への移動時のみ着たまま館内を歩けます。ふかふかのスリッパも大浴場に行くときだけ館内を歩けます。夜もとても静かでした。こちらはスーペリアツイン。このお部屋もおすすめです。夕食。夕刻になるとかつての豪華客船で食事の時間を知らせた伝統に倣い、静かな館内にドラの音が響きます。夕食の始まりを告げる合図です。でもその合図より前にドラの音を一目見ようと宿泊客たちが自然とラウンジへ集まってきます。黒のフォーマルジャケットを身にまとったスタッフがまるで執事のような落ち着いた佇まいでゲストを迎えます。花の嵐の優子さんの気分よ。雲仙観光ホテルのダイニングルームは木のぬくもりをたたえた落ち着いた空間に整えられたテーブルクロスとキャンドルの灯りが静かに映える場所。およそ200畳もの広さを誇るこの部屋には創業当時のまま残る床板が今も息づき、長い年月を重ねたホテルの歴史をそっと物語っています。クラシックホテルらしい品格と国立公園内ならではの穏やかさが溶け合っています。黒服のスタッフが丁寧に席を整え、まるで豪華客船のサロンを思わせる優雅な時間がゆっくりと始まります。ハウスワインの白をカラフェで注文しました。このホテル90周年記念のワインは売店でも購入できます。4950円。本日のメニュー。
のオリジナルハム。塩分控えめで、ハムだけで美味しくいただけます。みずほさん平田さんのアスパラガス、立花湾さんイカのマリネ、太陽卵のムースリーヌ。この卵ムースが酸味があって、まろやかで、とても美味しかったです。諫早湾産狩猟イノシシの奈良番風、季節の野菜添え。ナイフがいらないくらい、柔らかいお肉です。立花湾産姫鯛と白身魚ムース、青砂糖米のチュイル、雲仙茶のソース。どれも美味しいゆえに、料理の盛り付けが繊細で美しいのよ。本日のグラにて、新鮮なイチゴをそのまま凍らせたそうです。長崎牛ロースの炭火焼き、ソースボルドレーズ。炭火ならではの香ばしい香りとともに、ふわりと運ばれてきた牛ロース。パティシエデザートコレクション2026。ワゴンで運ばれてくるデザートコレクション。好きなものを好きなだけ選べます。私は全種類、一つずついただきましたが、他の方は少しだけだったかも。おすすめは、ゴルゴンゾーラのチーズケーキです。いちごのタルト、ショコラ、ブランデーの効いたブランデーケーキ、昔ながらのプリンです。飲み物はコーヒーか紅茶を選べます。ごちそうさまでした。バー。夕食の後、そのまま隣のバーに行きました。前に来た時に気になっていたハンモック椅子。ホテルオリジナルのシャンシャンボカクテルは売り切れでした。オリジナルのフラッシュバックとブラックルシアンを頼みました。床のタイル模様は一つとして同じパターンはありません。そこには職人の確かな技とさりげない遊び心が宿っています。朝食会場は夕食と同じメインダイニング。遅い時間帯を選択しました。早朝は雲仙地獄に行っていました。夕食と同じダイニングですが、朝の光が差し込んでまた違った雰囲気です。昨夜の落ち着いた雰囲気とはまた違う、明るく清らかな空気が漂います。朝食は洋食と和食から選べます。私は和食を選びました。こちらは洋食。この他に卵料理とグリーンピースのスープ、パンがあります。こちらは和食。オプションで鯛茶漬けをつけました。
洋食の場合、卵料理はスクランブル、オムレツ、フレンチトーストから選べます。和食にはお品書きがついていました。アジ、青さとつみれ汁、鯛のお刺身、筑前煮、雲仙豆乳。春の彩り小箱、お茶漬けの薬味、長崎に困るのご飯。まずは鯛の海鮮丼にしてタレをかけて食べます。明太子と梅干しもあったのでトッピングしました。その後でお茶漬けにして食べました。ご飯のおかわりもできるそうです。雲仙観光ホテルで初めて和食を食べました。品数も豊富で健康的だと思いました。でもフレンチトーストも好きなので次回はどちらにするか悩むと思います。ごちそうさまでした。大浴場。陽泉の大浴場へは大浴場に近い橋の階段から向かいます。この階段を使えば館内着のまま移動ができます。バスタオルやフェイスタオルは大浴場に置いてあるので、部屋のタオルを持参する必要はありません。大浴場の前にはこちらの椅子が置いてあります。マッサージチェアはありませんが、ゆったりのんびりできます。皆さんすぐに部屋に戻るのか、ここはいつ来ても誰も座っていませんでした。朝風呂の後、明るい窓から緑が見えてリフレッシュできました。お風呂はこの椅子の後ろ側にあります。ウォーターサーバーはここ。ではお風呂に入りに行きます。スリッパはここで脱ぎます。左は下駄箱です。こちらが陽泉の大浴場。硫黄の匂いはしますが、それほど強くはありません。床は温泉のおかげか暖かいです。こちらのドアから露天風呂に出られます。入浴時間は6時から9時、14時から0時です。翌日の午前中です。明るくて夜とはまた異なる雰囲気です。夜も朝もお風呂は貸し切り状態でした。
朝の露天風呂はどんな感じでしょう。貸し切り風呂。今回は有料の貸し切り家族風呂も予約しておきました。大浴場に行く途中にあります。モダンな洗面です。浴室は石畳に浴槽も石風呂です。白と黒の市松模様のタイルはアールデコの様式。1930年頃モダンの象徴として大流行していたスタイルです。ビリヤード室。ここは空いていれば宿泊者は誰でも利用できます。この柱の彫り模様がとても素敵です。ルールはわからなくてもちょっとハスラー気取りでビリヤードを楽しんでみてはいかがでしょうか。これはスコアカウンター。昭和の頃までは一般的に使われていましたが、今ではほとんど見かけなくなった昔ながらの道具です。図書室。ここは図書室。たくさんの本が並んでいますが、映写室で見るための DVD もあります。お仕事もできそうです。新聞もここに置いてあります。木の板に並ぶ玉はソリティアとチャイニーズチェッカー。どちらも昔ながらの優雅なテーブルゲームです。映写室。映写室では映画などを楽しめます。天候が良くない時などには良いかも。私は悪天候でも出かけるけどね。売店。広い売店にはお土産、陶磁器、ウィリアム・モリスのものからホテルオリジナルのものまでいろいろあります。クッキー型の付箋が可愛かったです。ホテル内に自動販売機はないので、飲み物などもこちらで購入となります。とりあえず一周してみました。チェックアウトです。帰りの送迎車の集合はロビーに11時40分。最後に売店で温泉レモネードを買い、ロビーで飲んで車を待ちました。
という間の一泊二日の旅でした。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。